巨長も買ってきました。今4足がコラボしてるんですよ。でこのセット買って当たったら会えるのだからそれ買ったら応募になるから応募するために買ったんだけど、こんなに食べれるかな一人で。よいしょ。お腹すいた。よし、今日はねちょっとチキン食べながら家探しの話でもしようかなと思って。とりあえずお腹すいたからチキン食べるね。なんかセット決まっててさ、これ何なんだろう。こんなにあるんだけど、やばい。食べるかな。私このチーズボールがマジでめっちゃ好きなの。いっぱいある。よし。これちょっと。よいしょ。お腹すいたー。コーラが絶対ついてくる。チキン買うと。いつもペプシだっけ？なんかコーラな気がするんだけど。今日ペプシだった。この間コーラの歴史みたいなのをちょっと見て、もともとコカイン入ってたんだって。ちょっと面白かった、その話。いただきます。骨あるのかな。韓国は雨が曇り。朝雨降ってたけどもうやんでる。骨あるのかな。あるわ。パリパリ。韓国のチキンほんと美味しいよね。今日朝からカフェ行って仕事してチキン買って帰ってきて、でも発影して午後からまた仕事してで夜裸に行って終わり。美味しい。このねチーズボールが本当に美味しいから食べてね、みんな。巨長に行ったら。うまっ。オクスス味って美味しいのかな。食べたことないんだよね。コーラすぐなくなっちゃう。やばいな。こんなに食べれるかな。食べながら喋ろうと思ったんだけど、食べながら喋れないわ。はい。じゃあちょっと家に探しについて喋ろうと思います。今私が住んでるのがオフィステルっていう種類の家なんだけど、韓国ってワンルーム、オフィステル、あとコシウォン、コシテルとかとビラ、なんか4種類くらいあるんだけど、オフィステルはなんかホテルとなんていうの、ワンルームがちょっと一緒になったみたいな感じ。ワンルームよりもホテルライクみたいな感じだと思うんだけど、ワンルームだと本当に完全に
ワンルームなんだけど、オフィステルだとなんか設備とかちょっとホテルっぽくて綺麗なんだよね。なんか最近できた形みたいな。いや、私は絶対オフィステルが良くて、ワンルームもちょっと見てみたんだけど、やっぱなんかちょっと汚いっていうか、築年数古いところが多くて、オフィステルはやっぱ綺麗なところが多かったんだよね。多分ちょっと高いんだけど、ワンルームとかよりも。私的にその東京で一人暮らししてたから、今の住んでるところはまあ、なんていうの、都会っていうかそのソウルの中でも都市部みたいなところに住んでるんだけど、ね、駅からも5分か、まあ、10分かかんないぐらいのところに住んでて、その、で、部屋は広くないけど、その、なんか場所と、その駅近とかとこの設備と綺麗さって言ったら、東京より安いんだよね、全然。なんか東京でさ、めっちゃいいとこっていうかその都心部で、駅近で綺麗なところって言ったらもう結構するじゃないですか。狭いとこでも。それに比べたら私東京の家よりも安く感じたので、この家にしたんだけど、なんかとにかく私がその、家探しで大事にしてたっていうか、決めてたのが、とにかく綺麗な、狭くてもいいから綺麗なところと、なんだっけ、トイレとシャワーが仕切られてるとこ、韓国ってトイレとシャワーが基本全部一緒なんですよ。だからそのトイレとシャワー別っていうのが多分ほぼないんだけど、その中でも、シャワー室にこうドアがあるかないかの種類があって、そのあるところが良かったの絶対。じゃないとトイレがベタベタになるから、お風呂入った後に。それが絶対で、あとはなんか家具ついてたらいいなみたいな感じぐらいで探してました。で、場所も私はそのフリーランスっていうか、だから会社に勤めたりするわけじゃないから、なんか、絶対ここがいいとかもなくて、なんか自分が馴染み知ってる土地そんな偏僻なとこだとちょっとわかんないから。てかもう、韓国のその土地感とか全然わかんないから、どこ住んだらいいかもわかんないし。でもなんかとりあえず知ってる場所で、適当に探したっていう感じなんだけど。そんな感じが、スタートでした。なんかいっぱいになってきた。家探しの方法なんですけど、有名なアプリ、ジッパンとタワンだっけ、確かその2つで探してました。で、アプリで探してたんだけど、そうだ、あと、多分これ、そんな有名じゃないっていうか、なんかあんまりやってね、みんなやってないかもしれないんだけど、ネイバーマップでも私探してて、なんかネイバーでさ、韓国行く人はネイバーマップ使うと思うんだけど、そのネイバーマップに、なんかね、あるの不動産が載ってて、例えばオフィステル探してたから私は、その住みたいエリアでオフィステルって検索すると、なんか出るんだよね、その辺のオフィステルが。で、それ選んで、なんかね、なんか項目のどっかに不動産みたいなところが確か、なんかその項目があったの。でそれ選ぶと、その家賃とか保証金とかも全部出るし、でしかもなんかいいのが、ブログみたいなのが出てくるのね。でそのブログ見ると、なんか家のその詳しい内装とかをなんか載せてる人とかいて、あとなんか清掃業者の人がその部屋を清掃しましたみたいな、なんかそういう、こんなに綺麗になりましたみたいなビフォーアフターとか載せてたりして、そういうので結構その、詳しい情報が見れたから、めっちゃおすすめです。なんで、チッパンとタバンが多分有名なんだけど、ネイバーマップで、韓国語で打たなきゃいけないけど、まあでもね、オフィステルって、パパ語でやれば出るから、それもおすすめ。私はそうやってその3つでやってたかな。で、ネイバーマップだとさ、そのストリートビューとか見えるから、近所の雰囲気とか、駅から家まで変な細い道通らないかなとか、そういうのを見れるから、おすすめ。とか、例えばチッパンで探して、物件の位置分かったら、それをネイバーで探して、詳しく見るとかもできるし。で、なんか、ジッパーにあっても、こっちいないとか、多分そういうのもあるから、全部見るのが一番いいと思うんだけど、
それで私は探してたんだけど、あれなの、そのさ、連絡の仕方、不動産が載ってるんだけど、例えばこの家住みたいなって気になるなって思ったら、ここに連絡してくださいみたいな載ってるんだけど、全部電話番号だったの。でさ、なんていうの、メールとかもなくて、全部電話番号で、私日本にいたからさ、韓国の電話番号ないし、その連絡のしようがなくて。だから、日本から契約したかったんだけど、できなくて、その連絡ができないから。で無理じゃんと思って、だからもともと私は韓国10月から住もうと思ってたんだけど、9月に韓国旅行とその家探し兼ねて韓国行くつもりだったから、そこで不動産回ろうと思ってたの。で、その前にそのアプリとか見てたんだけど、結局その連絡の関係でアプリからは契約できないなと思ったから、でも良さげな家だけピックアップしといて、そこを出してる不動産に韓国行った時に行こうかなと思ってたの。この家ありますかとか、そこでアプリ見せて聞けばいいかなと思って。って思って、大体の目星つけるために、そのジッパンとかアプリで家見てたんだけど、でもたまにカカオトーク載ってる人がいたの。私がね、探してて2件かな載ってたのは。住みたいなって思ったところでカカオトーク載ってたのは、多分2件ぐらいだと思うけど、たまにそういうのあって、で、一回連絡したらすぐ連絡返ってきて、その家族さえ載ってれば連絡できるんだけど、家族載ってないと、電話番号ないからね、できない。だから、韓国住んでる友達とかいれば、代わりに言ってもらったりとかできるかもしれないけど、そんな感じでやってたんだけど、旅行行く、韓国行く2日前に、めっちゃお気に入りの家を見つけて、それまではここいいかな、どうかなって思ったとこが何個かあったんだけど、もうそこは本当にもうここがいいって思うぐらいめっちゃ気に入って。場所とか設備とかも全部含めて。で、そしたらそこがたまたま加藤くん乗ってたの。だからすぐ連絡して、そしたらさ、やっぱ韓国パリパリ文化だからさ、マジですぐ返事来るの。多分ね、夜の9時とか10時ぐらいに連絡したんだけど、すぐ返事来て、で、日本にいるんだけど、みたいな、説明加藤でして、そしたら、明日、内見っていうか、部屋の中を動画撮って送りますって言ってくれて、で、次の日、送られてきて、で、人気の物件だから、実は私の前に、前日ぐらいから、ここにしようかなって言ってる人がいるんだけど、今ちょっとその人に待ってもらってて、もし、ここにするなら、すぐ決めるなら、もう、早く決めた方がいいですみたいな感じで来て、でも私動画見てもう、ここでいいやと思って、もうすぐ契約しますって言って、もう即契約したの。で、韓国って、保証金っていう制度があって、保証金が100万くらいいるんだけど、それは返ってくるやつなんだけどね、後から。でその保証金の中の10%とか、10万円ぐらいを頭金で入れて、契約になる、仮契約というか、仮押さえみたいな感じになるから、それをすぐ、とりあえず、もう、すぐ送金して。ちなみに送金はね、ワイズっていうサイトとかアプリ使ってる。それも後でちょっと、どっか載せますね。なので、もうその日に契約して、いろいろ送ってくれて、文面とか、書類とかも全部 PDF みたいな感じで家族で全部送ってくれて、で、とりあえず仮契約済んで、で、その次の日から韓国行くつもりだったから、明日から韓国行くんでって言ったら、で、その時にその残りの契約しましょうってなって、で、来れる時間教えてくださいみたいな感じで終わったの。だから、本当に私の家探しね、10分、30分ぐらいで終わったって感じ。アプリで見つけてから。で、実際、で、韓国来た時に実際に内見して、韓国ってさ、あれなの、前の人住んでてもさ、前の人住んでる状態で、その人いなくても、家見せてくれるんだよね。で、だから前の人がまだ住んでる状態の家だったけど、全然ここでいいですってなって、即契約したって感じです。参考になるかわかんないけど、でもネイバーマップで探す方法は
おすすめ。駅からの帰り道とかね、見えるから。とかさ、近くに公園あるかなとかさ、なんかコンビニあるかなとか見れるし。で、契約なんだけど、韓国は基本パスポートで契約できるから、家は。その時はまだ私外国人登録もないし、経済もないし、何にもなかったけど、とりあえずそのパスポートで契約できるんだよね。ただ、なんかその、契約するときにその水道代のこととかいろいろあるんだけど、そういうのは全部その韓国はその住民番号で管理されてるから、本当はそこで書かなきゃいけないんだけど、私はないから、なんかその辺はちょっとどうやってやってくれたのかわかんないけど、まあ、その外国人登録済むまではちょっとこっちでやっときますみたいな感じで、多分代わりに何かしてくれてたっぽい。なんかさ、本当にいい人で、不動産の人が。今も本当にいい人なんだけど、ずっと。もう、その人が、不動産の人がいい人すぎて、私はずっとこの家に住みたいんだけど、なんかね、困ったことがあるとね、家族すると、マジで5分後に行きますとか言ってすぐ来てくれるの。なんか韓国のパパみたい。パパっていうかお兄ちゃん。そんな感じで本当にいい人で、だからその、契約の時もさ、私そんな韓国語ペラペラじゃないからさ、なんか、わかんないこととかもあったけど、でも、全然こう優しく教えてくれて、だって絶対めんどくさいじゃん、韓国人じゃない人が住むなんて。でも、本当にちゃんと丁寧にいろいろやってくれて、で、しかもその日雨降ってたの。なんかその時間帯に雨降ってて、そしたらさ、その時泊まってたホテルまで、車で送ってくれて、契約などに。ってぐらい、本当にいい人なんですよ。だから私はその、まあ、家も大事だけど、不動産の人がいい人かどうかもめっちゃ大事だと思った。私、この間、年始にさ、トイレ詰まったの。初めて。私、東京で一人暮らししてた時もトイレ詰まったことないから、人生で初めてトイレ詰まって、YouTube とかでさ、そのすっぽんの使い方とかトイレの詰まりの直し方とかめっちゃ見たんだけど、治らなくて、もう絶望で、年始早々。で、ちょっと連絡してみたの。そしたらすぐ来てくれて、私の代わりにすっぽんやってくれて、直してくれたの。不動産の人トイレ直してくれることあると思って。電気も壊れたら変えてくれたし。そうで、韓国の家探しで気をつけることなんだろうな。私はその設備は、まあその家具ついてたらいいなぐらいだったんだけど、結局私が住んだとこは、ベッド、テレビ、まあ、冷蔵庫は基本、冷蔵庫洗濯機は基本ほぼついてると思うんだけど、あと電子レンジ、炊飯器もついてた。もうほとんどついてたんだよね。なんかテレビ台とか棚も一緒についてたから買ってないし。なんでこの机と、本当にちょっと引き出しとか、インテリア買ったぐらいで。韓国の家基本的にめちゃめちゃ収納多いから、コンパクトだけど、そんなにいらないし、収納も。なんで、その設備がどんな感じか見るのと、あとね、日本の家ってさ、めっちゃ清掃してくれるじゃないですか。だから基本入るとき綺麗だと思うんだけど、韓国の家は、なんかそういうのないみたいで、私その内見したときに家がちょっと汚いのが嫌だったの。お風呂の排水溝とかさ。で、これはちょっとあれだなと思ったから、なんかそれ言ったら、お金払ったら清掃してくれるって言うから、でも清掃代、ちょっといくらだったか忘れちゃったけど、1万円ぐらいだったかな、日本円で。まだ払って、お掃除お願いしたら、めっちゃ綺麗になってた。住むときには。なんで内見、っていうかその内見できなくても、綺麗好きの人は、清掃も一緒に頼んどくといいかも。あとはあれかな、Wi-Fi とかね、あるかどうかで、私はその Wi-Fi がついてない家だったから、どうやって契約するんですかみたいな感じで不動産の人に相談してて。携帯の契約とかもちょっと、すぐできそうになかったから、とりあえず1ヶ月ぐらいは、なんていうの、eSIM? みたいなやつで過ごして、韓国で契約しようと思ってたの。だから、その、携帯を変えるまで、
だからそうだ、住民登録が、外国人登録が済まないと携帯も困るってかできないから、確か。それを、何よりもまず外国人登録をした方がいいです。あ、違う違う、外国人登録をするためのあれ、あるじゃん、なんか。なんだっけ、ハイコリアから予約するやつを、もう何よりも早く予約しないと、大体その予約しようとした時から1ヶ月後とか2ヶ月後ぐらいしか満員で取れないから、とりあえずそれ取って、私は結局だから、韓国来てから1ヶ月後ぐらいに住民登録が手に入ったのかな、外国人登録が。それまではさ、カードも作れないし、本当に人権ないから、まず何よりも外国人登録が先だと思うんだけど。そうで、それまではなんか、自分のデザリングとかさ、なんかまあいろいろやろうかなって思って、どうにかしようと思ってたんだけど、その住んで数日ぐらい経った時に不動産の人から連絡来て、Wi-Fi どうなりましたみたいな言われて、まだわかんない、できないですみたいな言ったら、その自分のところの不動産の代表の女性の方がいるんだけど、自分が前使ってた、なんか何なんだろう、Wi-Fi なんかその機械が今使ってないのがあって、で、それでよかったら貸してあげるっていうか、その取り付けてあげるって言ってますよって言われて、って思って、でしかもなんかね、金額もなんか3000円ぐらい、3万本ぐらいですって言われて、全然もうそれでいいやと思って、じゃあお願いしますって言って、そしたら来てくれて、なんかつけてくれたの全部。でそしたらなんかその多分、なんていうの ?Wi-Fi だけじゃなくてさ、日本でいうケーブルテレビ的なやつ。BS みたいな。もう全部見れるようなやつが多分つけてくれて、だから Netflix も、なんかそういうのも全部見れる、YouTube とかも全部見れる何かをつけてくれて、で、Wi-Fi もそれに含まれてて、なんで本当にありがたいとかラッキーなんだけど、だから Wi-Fi ついてるとこだったらいいんだけど、ついてないとそれで自分で契約しなきゃいけないから、ちょっと大変かもしれないです。これかな、気にするのは。なんかあったかな。で、送金はその WISE っていうサイトを使ってて、なんかそれは、私も留学してた時からそれ使ってたんだけど、手数料がなんかめっちゃ安いらしい。で、普通にそのクレジットカードとしても使えるし、現金も下ろせるから、日本円入れといてアプリの中で、韓国で現金下ろすとかもできる。もう。なんかでも、手数料はそう安いけど、かかるはかかるから、なんかね、確か紹介コードみたいなのすれば手数料がめっちゃ安くなんかいくら分タダですみたいな、があった気がするから、貼っときますね。概要欄のとこに。それ知らなかったからさ、普通に紹介コードとかなしでやってたんだけど。これかな、家探し。あとなんか気になることありますか？今ここで聞いてもって感じだけど。なんかあったらコメントください。私が今住んでるとこは、私なんか窓が大きいとこに住みたくて、窓大きいし、光めっちゃ入るし、家の下にさ、なんかカフェとかいっぱいあるの。パン屋さんとか。家を探す多分能力があるんだよね。東京の家一人暮らししてた家も、めっちゃお気に入りだったんだけど、そこも探し始めて1時間とかで決めた。だから、家探しがね、めっちゃ早い。その時も、名古屋住んでて、東京の家探して、名古屋からアプリでもう探して、住むのかなんかで、桜新町ってとこ住んでたんだけど、桜新町が好きすぎて、めっちゃお気に入りでした。家も縁だからね、タイミングだしね。なんか私もそんなにさ、知らなくていろいろ契約とかしたけど、こう見てたりいろんな人の話聞いたら結構、そんなないと思うけど、なんか詐欺もまああるみたいだし、よっぽどないと思うけどね。なんか、結構韓国の家ってさ、なんて言うんだろう、多分日本ほどちゃんとしてないから、この家もさ、ちょっとなんかさ、ここが、なんていうの、貼ってある壁紙みたいなのがちょっとうねうねってあったりとか、そういうとこはあるんだけど、
まあでもなんか欠陥住宅ではないんだけど、なんか普通にさ、雨漏りしたりとかさ、雨漏り水漏れしたり、明らかに天井がなんかぐにゃぐにゃしてたりとか、する家も全然あるみたいなので、私はあんまり本当に動画だけですぐ決めちゃったけど、見れる人は、まあ、内見した方がいいと思う。でも気をつけてね、ワーホリビザ私執行させたんで、ビザもらってから外国人登録もらう前に韓国旅行それできちゃって執行させたんで、それはその他にその動画があるから見てもらえたら分かると思うんだけど、だからもうビザもらって内見するために韓国来たらビザ執行するんで気をつけてください。なんかさ、私は F4 ビザっていうのか F4 ビザっていうのか分かんないけど、その F4 ビザっていうのでいるんですよ。F4 っていうのは帰化した韓国人の人が取れるビザとか、あとその自分のおばあちゃんとかが韓国人、おばあちゃんかお母さんがちょっとどこまでかちゃんと忘れちゃったけど、その家系にその韓国人の人がいて、その子孫っていうのが分かればもらえるビザなんだけど、それで住んでて、私さ、あんまりそれもちゃんと詳しく知らなくて、まあそんなにずっと永住するつもりは特にないから、まあ2、3年住もうかなぐらいで思ってたから、そんな気にしてなかったんだけど、この間さ、その私、7月にハワイ行くから、そのハワイのことで、ちょっと気になることがあって、日本の韓国の大使館に電話してちょっと聞いたの。そしたら、衝撃的なことを聞いて、その私の持ってるその F4 ビザっていうのは、ほぼ永住権らしくて、なんかその多分更新すればずっと住めるらしくて、知らなかったんだけど、ずっと住めるんですかみたいな。その永久ビザっていうわけではないんだけど、実質そんな感じらしくて。だから、思わぬ収穫を得たんだけど、その電話で。なんかずっと住めるらしい、別に。やっぱりちょっと嬉しくなった。お腹いっぱいだわ。これ友達と食べないとダメだ。はい。ということで、韓国の家探しのお話でした。なんか、聞きたいこととか他に気になることがあったら、コメントかに書いて聞いてください。あとなんかもし韓国住んでるっていうのでお腹鳴っちゃった。聞こえたなんか気になることとか分かんないこととか話してほしいこととかもしあれば送ってください。では見てくれてありがとうございました。バイバーイ。